テーブルと椅子を少し変えただけで毎日の家事が楽になって、家族との時間までこんなに穏やかになるなんて正直思っていませんでした。きっかけは中古で見つけたお気に入りのテーブルと椅子です。今回は家族みんなが気持ちよく過ごせるようになった我が家のリビングの模様替えをご紹介します。新品ではなく中古を選んだからこそ、費用を抑えながら理想の空間に近づけることができました。暮らしを少し変えてみたいなと思っている方の参考になれば嬉しいです。ぜひ最後までご覧くださいね。何が怒ってんのってこんなもん見たこともない光景な。怖いな。ね、終わったね。どこ座る？あ、いいね。座ってみたらあっち。あっち座って。いや。そしてこちらが完成したリビングです。実際に暮らしてみると、家具が変わっただけじゃなくって、毎日の過ごし方まで少し変わりました。ここからは今回の模様替えをして本当に変えてよかったなーって感じたことを5つお話しします。我が家は木のぬくもりを感じられる落ち着いた雰囲気が大好きなんです。選んだ家具も木目調でお部屋にすっごく馴染んでくれました。しかも中古と思えないくらい状態が良くて本当に素敵な出会いでした。今回初めて中古家具を選んでみたんですが、探してみると状態のいい素敵な家具ってたくさんあるんだなぁと驚きました。毎日帰る家だからこそこの空間好きだなって思えるのって本当に大切ですよね。今回選んだテーブルと椅子は
角が丸くなっているんです。小さい子供がいると思わぬところでぶつかってヒヤッてすることないですか？もちろん見た目がおしゃれなのも大事なんですけども、毎日使うものだからこそこういう安心感ってすごく大事だなって改めて感じました。テーブルが広くなったことで食事がしやすくなったし、ちょっとした作業もすごく快適になりました。毎日使う場所だからこそこの違いは思っていた以上に大きかったです。それからこの椅子は軽く動かせるので掃除機もさっとかけられるようになりました。以前はソファーの下にゴミがあっても重たくって動かすのが面倒でつい後回しになってしまっていたんです。でも今は気になった時にすぐ掃除ができるので小さなストレスが一つ減りました。こういう小さな変化でも毎日の家事って随分楽になるんだなと実感しています。今回思い切ってソファーをなくしたことで長女がソファーの上で飛び跳ねることがなくなりました。それになんとなくテレビを見る時間も以前より自然と減ったような気がします。もちろんソファーが悪いというわけではありません。でも今の我が家にはこの床を広く使えるスタイルがすっごく合っているんだと思います。我が家には障害のある息子がいます。以前使っていたテーブルは少し小さくてお皿に手が届いちゃって食事をひっくり返してしまうってことがよくあったんです。でもテーブルと椅子を見直したことで息子との距離や食事のスペースにゆとりができました。椅子もスムーズに動かせるようになったので食事を介助する姿勢も以前よりずっと楽になって私自身の負担も軽くなったと感じています。家族の暮らしってその時々で少しずつ変わっていきますよね。だからこそその時の家族に合った家具を選ぶことが毎日の暮らしを心地よくする一番大切なことなんだと感じました。今回模様替えをして改めて感じたのは、家具ってただ置くものではなくって家族の毎日を支えてくれる存在なんだということでした。おしゃれなことも大切です。使いやすいことも大切です。でも一番大切なのはその家族に合っていることなんだと思います。今回の模様替えで我が家は以前よりもずっと心地よい空間になりました。この動画がこれから家具を選ぶ方や暮らしを少し変えてみたいなと思っている方の参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。